どっちにしろね差はできたんだけど、できたんじゃない、もう一回はいはいバグってる。はい、皆さんこんにちは。車の大地店ここがシノッピーです。今回はねこちらソフト99のブラックパーツ1っていう商品をねちょっと紹介したいなと思います。でこれ何に使う商品かっていうと、ミ塗装樹脂が白く濁った時にそれを蘇らせますっていう商品で、特にねワイパーの下とかそこら辺白くなってる人も多いんじゃないのかな。でこれねこういうやつをやってくださいっていうのがあったので実際に買いに行ってきました。で何種類かあったんだけど、パッと見でねこのブラックパーツ1ってやつが2液タイプで耐久6ヶ月のクリアコートも入っているので、とりあえずこれ買ってみるかっていうね感じで今回購入してみました。使ったことがないのでどんな感じか全くわからないんですが、今からね早速外に行ってワイパーの下とかねその辺ちょっと施工していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。外にやってきました。今からねここ白くなってるところをこのねブラックパーツ1を使って蘇らせていきたいと思います。でこのねこっち側は白くなってるんだけど、向こう側はねちょっとね黒っぽいんだよね、奥側。はい、これ助手席側なんだけど運転席側に比べると黒っぽいツヤみたいのが出てるの分かるかな。これはね多分みんなも聞いたことあると思うんだけど、メラミンスポンジで黒くなりますよっていうやつを嘘だろうと思いながらもねやってみたんですよ。結果的にこういう風に黒くなったんだけど、やっぱどちらかというとね削ってるような感じで、もうなんか逆にテッカテカになっちゃった。で逆にへこんでるところ、こういうミ塗装樹脂ってちょっとボコボコさ梨地みたいになってんじゃん。だからへこんだ下側っていうのが白くなっていて表面だけが黒い感じ。これじゃちょっと納得いかないので、どちらかというとナチュラルな黒、艶消しの黒みたいのをちょっと求めているので、施工してどんくらい変わるのかっていうのを見ていきたいなと思います。そしたら早速ねちょっとやっていこうと思うんですが、このね樹脂ってね結構この下側まで入ってるんだよね。だから汚れをね最初に若干落としたいなと、泥まみれのままねやりたくないのでボンネットを開けます。汚いね。この辺とか結構ホコリとかね溜まってたりするので、ちょっと軽くね雑巾で拭いといて綺麗な状態でやろうと思います。この時にこの辺もね拭いていけば一石二鳥。どこまでやるかはお任せですね。ざっとでいいので綺麗にしておくと。で今回2液タイプっていうことで硬化剤みたいのがあったから、このちょっと怪しいところ、気になる方はねマスキングしてください。でもっといい方法で言うと、このパネル、このミ塗装樹脂を外す、それがね一番理想的。理由としてはこういう隙間っていうの、ワイパーのこの辺がすごいやりにくかったりするので外すのが一番なんだけど、外す手間だったり外せない人もいる。外せる人は外してくださいっていうぐらいで、今回は外さないで本当にごくごく一般的な感じで施工してみて、どういう違いがあるのかをまず最初に見ていきたい。で計画してるのはこの後に違う車で半分とかに分けて、数日1週間とか経った後にどれぐらいの違いがあるのかっていうのを見ていこうかなと今回は思っております。少量取る。少量ってどんくらいなの？もうちょっとだけ取るかなと分かんないので、ちょろっとここに3滴ぐらい使いました。で拭いていきます。いい感じじゃん。見える？ちょっと少ないね。もうちょっといけるわ。ちょっとプチューっと結構いっちゃおうか。ここで拭いていく。でこれはクリーナーなんですよ。下地作りみたいです。この時点では黒くはなってないね、全く。なんならちょっと白っぽい。大丈夫って感じ。こっちの方も全体的にね。ちょっとやりにくかったら一旦ボンネットを閉めてワイパーを上げて拭く。こういう隙間もねしっかりやってあげる。これが多分ねクリーナーっていうことは耐久性に関わってくるのかな。下地処理ほど重要なものはないよ、耐久性でしっかりやる。 OK。 そしたら一旦クリーナー終了。続いて用意するのはこの硬化剤と4つあったこのスポンジを1つに切り分けたやつね、スポンジ、あと先ほどのタオル、これ新しいやつを用意します。で使い方はこの黒い面にちょっと塗って薄く塗り広げていく。で5分ぐらい経ったら新しいこのクロスで拭き上げる。これね塗った後にそのまま放置しておくとムラができたりね、すぐ硬化して落ちなくなる場合がある。なのでムラなくこれ拭き取るっていうのが結構重要になってくるのかな。じゃあ早速いこう。最初どれだけ薄く塗れるのかっていうのと、しかもちょっと量少ない。これ結構塗れんのかな。どれぐらいなのかちょっと分かんないんだけど、ちょっとかけて塗っていく。薄くね。
なるほど。あ、少ないのかな。結構乾くのが早いぞ。ちょっと待って、勘弁して。手に持ちながらやった方がいいかも。これなんか白くなってない？気のせい？まずそもそもね、これ開けたままやるの大変だわ。まず上の面を終わらせよう。難しいわ。これ液体足りんの？薄く塗り広げていく。ここね、ざっとだね、多分。ここで細かくちょいちょいやってるっていうよりは、ざっとやってクロスで仕上げるんで。あとこれボディにかかんないようにした方がいいと思う。ここで一回伸ばします。使い方合ってんのかな。なんかね、黒くはなってるんだけど、まだね、なんかムラがあるので、均等に仕上げていきます。難しいな、これ。やっぱ外した方が一番いいんだよな。こういうところムラが出たところはもう一回塗ればなんとかなんのかな。ああ、いい感じになってきたかな。やばい、ちょっと思ってたより大変だわ。これ俺が下手だからかな。再度塗ってこれ伸ばしていく。こう固まるとムラになるね。だからもう固まってしまったところ、乾いちゃったところはもう一回ちょっとピュッと塗ってあげて、塗ってあげる。ごめん、ちょっと真剣になりすぎてた。この辺は結構ムラなく塗れてきたかな。だからコツじゃないんだけど、手に3つあった方がいいね。つけてスポンジで塗る。ですぐに伸ばす。タオルで伸ばした方がムラなくいける。綺麗になってきたかな。でこれ1回だとね、なんか染み込んじゃうのかな。ガラス気をつけた方がいいかも。本当に綺麗になってきたな。でこういったね、穴の部分とかも中がね汚い、白くなってるので、綿棒を使ってやっていきます。結構違うかも。すげえ、なんだろう、綿棒ジャストサイズで反対側を使って拭いてあげる。地味だけど結構違うっぽい。白いのがどんどんなくなっていく。穴のサイズがちょうど良かったね。まず止まんなくなっちゃう。とりあえず上側は OK かな。吸うね。なんか劣化しすぎると吸うかも、樹脂が。そしたら一回閉じて、濡れてない部分がね、こことかすごい目立ってるので、この辺もちょっとやっていきます。すぐさま拭いていく。うわー、やりにくい。取りたい。この辺とかも濡れてないね。あ、これが一番いいわ、個人的には。塗って結構ね、スポンジにも残ってるんですよ、まだ液が。塗って拭く。すぐ5分ぐらい放置してくれって書かれてたんだけど、そうするとね、なんかムラになりやすい感じがする。使用方法は守った方がいいんだけどね。俺買って守りたいですよ。ダメだ、残念ながらね、この隙間とかがうまくいかない。どうしてももう上がんないんだよね。手では届くんだよ。だからもうこういう場合はもう仕方ない。ワックスとかと一緒で、このタオルにちょっとつけて拭いていく。こうすればなんとか塗れるね。外せばいいじゃんっていうのはちょっとなしにしといて、今回は外さない方法でやってる。そのためにはこういったちょっと違った使い方もしていかないとちょっとうまくいかないね。でこういう湾曲したところも塗りやすいし、結構意外に苦戦するわ。でこの間もちょっと塗っていく。 OK、 結構綺麗になったんじゃないかな。細かいところは綿棒で塗っていきます。もうざっと塗って塗り広げるみたいな、こういうスタイル。硬化剤だからな。ムラがねできやすいんだよな。どう？十分じゃない？ OK、 終了。はい、とりあえずね終わりました。どうですかね、皆さん見て。テスト的にやってみたんだけど、ちょっとこの後にねもう一回耐久性っていうかね、1週間ぐらいは咲いてみたいので、ちょっと分けてやってみるんですが、使ってみた感じね、どうだろう。硬化剤っていうところでこのムラなく塗るのが結構大変だったかなっていう感じは若干しますね。あとはその5分置くっていうんだけど、僕はなんかタオルで拭きながらやった方がムラなくできる。これねちょっとねやり方がすごい難しいっつか、まだねマスターしていないのかな。ちょっとね他のやつももう一回やって様子見たいと思います。とりあえずこんな感じ。色的にはねもうツヤツヤした感じではない。黒の本来の色に近いかな。あとやっぱこういうところってね白くなっちゃうとどうしてもね古臭く見える。やっぱねこういうところを黒く保つだけで若返って見えるなっていう感じはしますね。そしたらね、違う車のやつを持ってきたので、これを使って耐久の方を見ていきたいなと思います。先ほどの施工は使ったことない初見だったから試しに使ってみたみたいなとこあるんだけど、それを踏まえて工夫しながら塗っていくのと、あと塗った直後の色の違いとかそういうとこを見ていきたいなと今回思います。まずこれ汚れてるので簡単に洗っちゃいます。すごい汚いね。この辺はまあささっと、例えば洗車してからやるとか。僕はねちょっと汚れがすごいのでちょっと固めのブラシを使ってやります。この辺はもう各自お願いしますっていう感じですね。裏面も洗っとこうかなって。もちろんスポンジとかでも OK だし、やりにくいところはねこういう歯ブラシ使って端の方はやっていくといいと思うよ。僕は今外したからにはちょっと綺麗にしとこうかなぐらいの感覚だね。この丸い部分とかね、この辺結構水が溜まって汚れてるからしっかりちょっと洗ってあげよう。 OK。 そしたらちょっと乾かしておきます。
はい、そしたら乾いたので早速もう一度施工していきたいと思います。でマスキングテープを貼って、こっちちゃんと施工して、こっちはね未施工で、色の違いも見ていきたいなと思います。でさっきね、ちょっとムラが最初の方出ちゃったりしてね、自己流でと若干やったりしたところあるんですけど、ちょっとねソフト99のカスタマーセンターにね問い合わせたところアドバイスももらったので、それも一緒にご説明したいと思います。でまずこちらね、リキッドバインダー、これで綺麗にしていくと。でこの時に結構ね少なかったんだよね、僕の場合リキッドバインダー使う量が。これを劣化がね結構進んでる場合は多めに使っちゃって OK ということでした。なのでこれで綺麗にしていきます。今回はねちょっと分かりやすく外してあるだけだから、ここまでね手間はいらないと思う。わかる？結構白っぽいよね。こっちもそうなんだ。これがねどれぐらい変わってどれぐらいの耐久性なのか。やっぱ汚いね、まだなんか落ちないね。もうちょい綺麗にしてからやりたいんだけど、いいでしょう。これはね汚れを落とすのと、あと下地だね。でこの時点ではね黒々しくならないって言ってましたね。なので乾いた時に白くなってる、大丈夫かなと思っても、この時点だとまだセーフ。気になるのが、見えるかな、こういった若干のねシミっていうの、こういうのも一緒に落ちるのかっていうのが、気になるところではあります。とりあえず OK でしょう。それちょっと乾かします。でその次にこのスポンジを使ってこのねハードクリアコートを塗っていくんだけど、結構ほんと薄く塗った方がいいって言ってたね。で薄く塗った方がいいのと、あと僕タオル使ってたじゃん。これ大丈夫なのかって聞いたら、硬化する前だったら塗り広げるっていう意味で使用は OK だそうです。なので、結構薄めにちょっと塗っていこう。いきます。ここにプロッとつけて塗っていく。塗りムラがないわ。確かに。なるほどね。スポンジはねそんな気にしなくていいのかも。そういう意味だと最後にこういう風に塗り広げるんだ。ここもねあんまゴシゴシする必要はないって言ってたね。ゴシゴシっていうよりは伸ばしていくようなイメージ。こういう狭いところは後からスポンジじゃなくてクロスで広げていく感じかな。大きく修正できるわけじゃないわ。この辺若干線が入ってるの。これはね多分コーティングの差。ここはもう一回塗るかな。 OK でしょう。とりあえず塗り終わりました。どう比較わかるかな。全然違うよね。こういった感じ。こっちは真っ白で、塗った方が黒々しい。黒々しいっつかね、若干ツヤ出てるぐらいで、この光の加減で若干わかるかな。この辺とかここら辺とね若干ムラになっちゃってるね。これが難しいところ。こんな感じで OK です。はい、とりあえずねこの状態で取り付けて作業終了にしようと思ったんですが、予定変更。僕がね愛用しているツヤ出し剤アーマーオールプロテクター、これをね使ってみたいと思います。イメージ的にはソフト99のやつはガチのねガラスコーティングみたいな感じで、こっちはね水性だからどちらかというと簡易コーティング剤に近い感じかなだと僕は思う。結構ね塗りやすい。使ってる人もね多いんじゃないかな。昔からあるから愛用してる人ね多分多いと思う。アーマーオール、これを使って違いをね見ていこう。まず使い方なんだけども、汚れを落として布またはスポンジに吹きかけて均一に伸ばす。で必ず最後に乾いた柔らかいタオルで拭き取る。これね結構ね忘れる人いるんだよね、拭き取るっていうの。この拭き取ることでもう全然均一さが違う。で一発目に使う時、今まで使ったことない人はもう30分ほど放置して同じ塗る拭き取りを 2,3 回繰り返してくださいって書いてあります。やっちゃおう。はい、こういうタオルに取る、ここちょっとデュルッとした感じね、これを塗っていく。これはねマジで愛用してる。こういうところじゃなくても内装のダッシュボードとかにも使える。汚ねえな。汚れはねしっかり取ったつもりだったんだけど取れてませんと。でこう浸透していくから僕はちょっと何度も塗っていく感じかな。やばい、やっぱ1回じゃどうにもなんないか。こうね徐々にねツヤを取り戻していくんです。そしたら1回目 OK、 乾いたタオルで拭き上げていきます。 OK、 とりあえずこんな感じ。こっちがソフト99、こっちがアーマーオール。ちょっと黒くなったけどねまだ若干白っぽいところが残っているので一旦放置してまた塗っていきたいと思います。はい、散々放置したのでもう一回ちょっと塗っていきます。こういった感じ。これを 2,3 回繰り返す。
何度か繰り返し塗ってみました。こっちがアーマーオール、こっちがソフト99になります。見た感じで言うと、この映像でわかるかわかんないんですが、こっちの方が若干自然な色に近い。でこっちの方がツヤツヤまではいかないけど、結構黒が濃い感じはしているかな。アーマーオールの方は白いシミみたいのが完全に落ちきんなかったね。落ちきってない。そしたらまずこのマスキングテープを剥がして施工前との違い見てこう。液体が入っちゃってるかもしれないんだけど、違いあるのか。いくよ。はい、どうわかる？どっちにしろ差は出てるね、最初より。でこっちの方がはっきり出てるよね、違いが。でこれが未施工でこっちがアーマーオール。アーマーオールとの違いもあるんだけど、こっちの方が真っ黒かな。これは好みになるのかな。ただただ言えることは、発火した時放置しない、あと洗車の時にきれいにしておく、それが結構重要なので、場所でもさと若干違うんだよね。もう完全にね発火したところは正直落ちきってないんだけど、発火しきってない、あんま日の当たってないところは結構ツヤが出てる。アーマーオール、これはねアーマーオールで定期的に施工するのも OK でも、やべえところまで行ったらこういうガラスコーティングに近いような二液のやつを使う方がいいかもししんないね。正直なところね、若干のムラが出てるんですよ。この辺わかる？これがね気になるかどうかわかんないんだけど、この辺とか、そこそこね塗るのも簡単じゃないなと僕は思いました。そしたらこれね実際車に取り付けて1週間後その映像をちょっと見せたいなと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、ソフト99の方はツヤツヤした感じで、アーマーオールはね自然な黒。どっちにしろね差が出たんだけど、これがねどれぐらい持つのか。ソフト99の方は6ヶ月っていう耐久性があるんだけど、本当かなっていうね、僕はちょっと気になってます。今回ちょっと長くなっちゃったので、次の動画で耐久性どれぐらいね白く戻っちゃったのか戻ってないのか、この辺をちょっと見ていきたいなと思います。なのでね、皆さんチャンネル登録してないと見逃しちゃうので、ぜひチャンネル登録お願いします。それと今回の動画いいねと思った方、高評価もお願いします。それではまた来週。